これまで数々の場所を訪れてきた。2015年、ベトナムホーチミン。2016年、タイバンコク。2017年、台湾。2018年、カンボジア。2019年、ベトナムハノイ。フィリピンマニラ。2020年、タイパタヤ。あれから約3年、長いコロナ禍を経て再び海外へと旅に出る。2022年10月、成田国際空港ターミナル1。肌寒い早朝、小雨が断続的に降り注ぐ。9時30分、定刻よりやや遅れてベトナム航空301便ホーチミンシティ行きが離陸する。成田空港を離陸して6時間。眼下にはベトナムホーチミンシティ、旧称サイゴンの街並みが広がる。7年ぶりに見るこの景色、そしてどこか懐かしさを感じる。これは再生の旅。コロナ禍から3年、久しぶりに異国の地へと降り立つ。タンソンニャット国際空港を出ると、東南アジア独特のまとわりつく湿気に包まれる。早速タクシーに乗り、市内へと向かう。ファングラオ通り沿いに立つホテル。近くにはブイベン通りやデタム通りの安宿街が広がるエリア。ホテルからの景色はこんな感じ。通りをたくさんのバイクが走る。クラクションとバイクの音を聞くとベトナムに来たことを実感する。久しぶりなので市内を巡る。こちらはサイゴン中央郵便局。この建物は本当に美しい。
フランス統治時代に建てられた建物は今も現役の郵便局として使われている。ドンコイ通り周辺は高級ブランドの店やショッピングセンターなどが連なり、富裕層が多く訪れる場所でもある。歩いているとやはりお腹はすく。ホテル近くのフォーの名店フォークインで食事。濃厚なスープと麺は抜群。とても美味しかった。こちらはベトナムのお好み焼きバインセン。定番のバインミー、シーフードチャーハン、焼きエビ、サイゴンピア、手羽先、チキンステーキ、そしてこちらはベトナムのコーヒーチェーンハイランズコーヒー。そして夜に向かったのはバックパッカーの聖地ブイビエン通り。この周辺には安宿街と飲み屋街が広がる。クラブミュージックが大音量で流れる。きらびやかなネオンが訪れる人々を魅了する。ビールを飲みながらこの通りを眺めているとふと思う。なんだろうこの空間は。異国に来たからこそホーチミンシティでしか体験できない。通りを歩くと週末ということもあり、バイクと人で大混雑だ。ただ歩いているだけで気持ちが高揚する。日常のつまらなさを忘れさせてくれる。これこそ旅。忘れかけていた気持ちを思い出させてくれる。この賑やかさはやみつきになる。少し離れると静かに飲める場所もあるので、そういった店を探すのもまた楽しい。この光景を見ているとコロナ禍以前の活気ある世界が少し戻ってきたようで、なんだか嬉しい。
次に向かったのはたくさんのバイクが集まる人気のスポット。ホーチミン像と人民庁舎が美しいグエンフエ通り。夜にはライトアップされ多くの人々が訪れる。7年前にも訪れた場所。賑やかさはその時よりもさらにパワーアップしている。カップルや友達、家族連れ、観光客など思いの時間を過ごす。この場所の雰囲気は何度訪れても本当に大好きだ。日本では夏祭りや花火大会の縁日に近い感じ。こちらでは何やら人だかりか路上パフォーマンスが行われているみたい。そしてベトナム人の時間の過ごし方は本当に羨ましい。何かに追われている感覚に陥る日本とはまるで違う。とにかく心が豊かな感じがする。日本でも田舎に帰ったりするとそう感じたりするが、都会でこういう感じはない。ここはずっといたい、そう思わせる場所である。夜がどんどん更けても一向に人が少なくなる気配がない。これがベトナム人のパワーなんだ。若さもさることながらこの場所を歩くだけでそう感じる。ベトナムの夜がゆっくりと更けていく。そして明日には帰国しなければならないのだ。ここからはベトナム戦争歴史の地を巡る。まず訪れたのは統一街道。当時南ベトナム共和国の大統領府が置かれた官邸。ここは最後陥落の舞台となった
場所でもある。戦車が艦艇に突入する写真はベトナム戦争の終結を象徴するシーンでもある。建物の中はまさしく豪華絢爛。高価な装飾品の数々が今も残る。ただそれは反面、民ではなく権力者に富が集まっていたことの象徴でもある。また地下にはベトナム戦争当時の作戦室が今も残る。艦艇のテラスから眺める景色は今も昔も変わらず、まるであの時代のままに思える。ここは当時のまま、まさしく歴史を体感できる場所である。次に訪れたのはベトナム戦争硝石博物館。この場所は当時のベトナム戦争の悲惨さ、人類の愚かさを後世に伝える施設である。この博物館が稀有なのはその展示内容。一貫して平和の尊さ、戦争の愚かさに視点を置いている。訪れたのは土曜ということもあり、館内はすごく混雑していた。やはりベトナム戦争への関心の高さは今日のウクライナ情勢も影響しているのかもしれない。戦争によって迫害された当時のベトナム人の様子や、取材中に命を落としたジャーナリストたち、一つ一つの写真が見ている人たちに多くのことを伝える。日本人カメラマンに関する展示も数多くある。その中でも澤田恭一に関する展示は多くのスペースを割かれて紹介されている。澤田恭一は青森県出身。米軍三沢基地の写真展で働き、その後 UPI 通信社のカメラマンとなった。1965年、戦火を逃れ川を渡る親子を捉えた写真。安全への逃避でピューリッツァ賞を受賞した。しかし1970年、カンボジア内戦を取材中に何者かの銃撃を受け、帰らぬ人となった。彼の功績は今でも世界に広く知られ、彼が撮った写真は多くの人の心に訴えかける。この場所はホーチミンシティを訪れるすべての人に訪れてほしい場所である。最後に訪れたのはサイゴン川近くに立つ
ホテルマジェスティックサイゴンである。ここはベトナム戦争の時に外国人記者の交流の場として利用された格式高いホテル。ベトナム戦争を体験した記者が書いた本にもよく出てくる場所である。この場所に立つと過去へ思いを馳せる。約50年前にはこの地はまさしく戦争の真っ只中で、その中でいろいろなことが起こり、人々が必死に生きていた。戦争が終わり、これほどまでにこの町が発展するとは。戦後の復興。少し日本に似た感じがするのは、そういったことがあるのかもしれない。それと同時に2度目ではあるが、なぜかホーチミン、サイゴン、この場所が懐かしく思える。前世の記憶、そういうのはあまり信じないのだが、もし前世があったのなら、ここに自分がいたような親近感が湧くのだ。なぜだかはわからない。サイゴン川を眺めているとき、ふとそう感じたのだ。さて、次はどこへ行こうか。シンチャオ、カモン、ベトナム。